皆さんこんにちは、ケニーです。今回も eFootball アプリの戦術的解説をお届けします。この動画では最小限の幅による325のシステムを解説します。2週間前の動画で最小限の幅について解説しました。その原則を活かしたスカットがこの動画のテーマです。まずは復習として最小限の幅の原則について簡単に解説したいと思います。最小限の幅は現ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンによって有名になったプレー原則です。一般的なポジショナルプレーではウィングは幅を取ってタッチライン際にポジショニングします。これによりピッチを広く使ってボールを動かすという考え方です。一方で最小限の幅ではゴール前ではウィングがペナルティエリアの幅まで絞ってポジショニングします。こうすることで選手間の距離が近くなり、またゴール前により多くの人数をかけられます。ただ、ウィングがペナルティエリアの幅に立つのはゴール前での話です。自陣からボールを前進させるビルドアップの局面では、ウィングはタッチライン際に開いてポジショニングすることでプレーエリアを広げます。このようにビルドアップでは広く、フィニッシュでは狭くプレーするのが最小限の幅の原則です。この原則がチームスタイルサイドアタックを使い再現できることを解説したのが2週間前の動画になります。最小限の幅やその実現方法を詳細に解説しているので、まだ見ていない方はぜひ概要欄からご視聴ください。この動画ではより実践的なスカットの部分を解説していきます。ぜひ最後までご視聴ください。ここでは今回のスカットの人選や意図について解説していきます。まずこのスカットで最も重要なハーフスペースの CMF について。ここは実質的にウィングの役割を担い CMF 起用することでビルドアップでは広く、フィニッシュでは狭くプレーするウィングの動きを再現するというのが前の解説動画の内容です。ゴールに向かう動きで得点やアシストが求められるこのポジションには2列目からの飛び出しを起用します。その次に重要なのが3バックの両端の選手です。ここをサイドバック起用で守備的サイドバックを配置します。ここの選手には攻撃面で2つの役割があり、それらを実現するためにはこの起用が必須になります。1つ目がサイドに開いたウィングに対してバックパスのコースを作ることです。ウィングの後ろに常に選択肢があることでボールロストを防ぎ攻撃をサポートします。2つ目の役割が中盤からの横パスを受けることです。ボールを回す中で中盤がサイドの低い位置へ横パスを出すとき、それを受けるのはサイドのセンターバック。今回では守備的サイドバックの役割です。このプレーでより深く相手を押し込むことができます。次にセンターフォワードについて。ここもラインブレイカーやボックスストライカーなどゴールに迎えるプレースタイルが理想ですが、それよりも重要なのは選手の特性です。今回はチームスタイルがサイドアタックなので、ポゼッションと違い、センターフォワードにロングボールを蹴って前進することも多くなります。そこで空中戦に勝ってマイボールにできるフィジカルが強いタイプが必要になります。逆にトップ下のセカンドトップにはテクニック型の選手を起用します。さらに選手指示でディフェンシブをつけることで攻撃の起点になります。その下の CMF はいわば便利屋です。状況に応じてパスを受けたり、裏に抜けたり、守備をしたりと様々な役割があり、さらに真ん中に置くことでピッチ全域に幅広く顔を出すことができます。タスクが多いこのポジションには攻守にバランスの取れた選手を起用します。次に DMF について、
ここは守備に特化した選手を起用します。その片方にラインダウンをつけることで442になるのが今回の守備のシステムです。また、サイドアタックは他のチームスタイルに比べて守備の寄せが甘い傾向があります。それをカバーするために、ここでは共にハードプレスの選手を起用しています。最後に真ん中のセンターバックについて。このスカットではサイドバックがサイドで攻撃のサポートをする分、真ん中のセンターバックが孤立してしまいます。そのため、一人でプレスをずらしてパスを出せる足元数値が必要で、具体的には本職中盤やサイドバックの選手がそれに当たります。全体として攻撃時は325になるシステムですが、最小限の幅により中央特化の攻撃ができるのが今回の特徴です。では次に実際のプレーを解説していきます。ここではビルドアップについて解説します。先ほど触れたように今回の基本のシステムは325です。普段のポゼッション戦術であれば3-2の形を意識して組み立てることになりますが、サイドアタックはポゼッションほど近い距離でのサポートはありません。よって形にこだわってボールを持ちすぎるとプレスにはまってしまいます。そこでとにかくパスを出せる選手を探し、そこに素早く繋いでいくビルドアップが必要になります。また、サイドアタックでは相手のプレスによってどうしてもパスをつないで前進できない場面に遭遇します。そこで有効なのがセンターフォワードへのロングボールです。これはスカットのところで解説したように、センターフォワードにフィジカルが強いタイプを起用しているからこそできるビルドアップです。ただ、闇雲にロングボールを蹴るのではなく、相手を引き出したのを確認してから蹴ることが重要です。相手が前に来ているなら、競り合いの後のセカンドボールが転がるスペースでは数的優位になっているはずで、これにより仮に空中戦に勝てなくてもマイボールにできる確率が高まります。最後にフィニッシュについて解説します。今回のスカットでは最小限の幅により中央に人が集まっているので、ポジショナルプレーのようにボールを広く動かしてスペースを作るプレーには向いていません。そこで速いテンポでパスを回し相手を崩す、いわゆるティキタカのようなプレーを狙います。ポイントは前回の動画でも解説していますが、パスのテンポを変化させることです。
相手ゴール前に到達するまでは2タッチ以上のゆっくりなテンポでボールを回し、点を取りに行く段階で初めて1本のパスをスイッチにした高速テンポのテキタカを発動します。ただパスを回すのではなく、緩急で相手を揺さぶることが重要です。また、速いテンポのパスが相手に通用しにくい場合や、相手が慣れてきた場合は、テキタカの中であえて一瞬ボールを持ち、テンポを遅らせるプレーが有効な場合もあります。このような駆け引きは、今回のスカットのみならず、EFT全体で使えるプレーです。今回は最小限の幅による325のシステムを解説しました。サイドアタックはポゼッションより動き出しが多く攻撃的でかなり可能性のあるチームスタイルだと思います。使っている人が少ない分まだ発展の余地があると思うので、ぜひ今回の動画を参考に試してみてください。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは今後もこのような戦術系の動画や現実のチームの再現動画を投稿していきます。興味があったり参考になった方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。